にチャレンジする女性たちを応援する MBA チアーズチャンネル。今回は企業の合併・買収について考えていきます。そもそも M&A とは Mergers and Acquisition という合併と買収を表す英単語の略です。すごい発音いいですね。すごい。もう一回言ってもらっていいですか？もう一回聞きたい。難しい。Mergers and Acquisitions。さすがです。さすがです。その名の通り、複数の企業を一つに合体させることを、合併っていうんですけれども、新たな企業を作り出して合併に参加した全ての企業を消してしまう新設合併と、合併に参加した企業の一つの企業を残して他の企業をそこに参加させる、吸収合併の2種類の合併があるんですね。例えばなんか分かりやすい例で言うと、新設合併は2010年にフジゼロックスが新会社としてフジゼロックスマニファクチャリングを設立したんですよね。で、吸収合併でいうと分かりやすいのがやっぱ2011年10月の JVC ケンウとうちのね MBA の同級生もいるんですけど、とか2015年3月のアダストリアの吸収合併は有名です。買収というのは買収する側が売却側の一部もしくは、全部の事業または株式を取得することで売却側の経営権を買い取ることです。この場合買われる側の企業がなくなってしまうわけではなくて実態は継続し続けます。でも例えば東芝によるパソコン事業会社今のダイナブック社のシャープへの株式売却ありましたよね。で他にも M&A には事業譲渡や会社分割、株式交換、株式移転があるんです。じゃあさ、買収する側の目的って具体的にどういうことなの？他社の事業とかまたはその株式というものを買収することで、新規顧客、新しいお客さんの獲得であったりとか、市場でのシェアというものを拡大させることができるというのが、非常に大きなメリットだと考えられています。で、新規事業化であったりとかその海外進出というものをスムーズに行うことができるっていうものが買収する側の目的ですよね。へえ、そうなんだ。じゃあ売る方はどうなるの？なんか買収されたんだとか、売る方って売っちゃったのとか言われがちなんだけど、実はすごいそういうネガティブな印象は持っちゃいけなくって、ビジネス用語で EXIT したっていうんですけど、株式を売却して利益を手にすることを EXIT っていうんですけど、例えば一つ目に既存事業に関して例えば単独の維持継続が難しい時に、優良企業の傘下に入ることで従業員の雇用を維持しながら事業の立て直しを図ることができると。あと2つ目に例えば複数の事業を展開している企業では核となる事業にすっきり一つとかに経営資源を集中させることができると。あと3つ目に後継者問題っていうのがあって、その2代3代4代ね続いてる会社もありますけど、1代でねせっかく作り上げた会社が畳まなきゃいけないみたいなことがあるんで、そういう場合はねもう売却してせっかく作ったブランドを続けてほしい、続けさせるっていうメリットがあります。あと最後に一番重要なのが資金調達が容易になるということがあります。でその売却側の話でさ、一番やっぱ最近有名だなって思うのが前澤さんの ZOZO 退任劇ありましたよね。なんか最初そのニュース聞いた時、そこ仲良かったんだっていうのがまず最初のヤフーとね、ちょっと業界の方から漏れ伝え聞くに、もともとなんかの意見討論会で、その前澤さんとあと孫さんがすごい仲良しだった、仲がいいというか、面白いやつだなって思っていたみたいな話を伝え聞いて、そういうところからその株式譲渡のつながりってひょんなところから転がってるんだなっていうのはすごい思いましたね。その退任劇のさニュースが流れた時はもう社長じゃなくなっちゃうのみたいな衝撃あったけど、その株式を売ったことで莫大なさ事業者創業者利益を得たわけですよ。でしかもコロナ前だったじゃないですか。もうベストな時期って言われていますよね。で ZOZO 側もそれはそれでヤフーのねプラットフォームを活用できるので、いいこと尽くしだったと思います。でもそういえばその買収劇といったスマホ決済会社の折り紙の例もそうですよね。安井社長の話を聞いたことがあるんですけど、そういう意味でもすごい親近感が湧く案件でしたよね。安井社長かっこよくてね。そうなんですよ。安井さんのゲスト出演お待ちしてます。ぜひスタジオ来てください。
今回は視聴者の方から相談のメールが来てるよ。りな、紹介してくれる？創業35年の宝石販売業です。後継者がおらず、会社の株式売却を考えております。資本金800万、直近の決算書では純資産4000万、営業利益200万、減価償却費なし、従業員は2名、必要な人員基準を満たしたまま売却可能です。もちろんノウハウの引き継ぎも可能です。希望売却金額を提示するにあたり、算出方法を教えてください。会社売却と事業だけの売却ってあるんですけど、この場合は会社ごと売却っていう意味ですよね。そうですね。はい、私はコストアプローチかつ非上場ということで、スモール M&A に特化して計算してみたいと思います。でスモール M&A っていうのはその小規模とか個人事業を対象にした M&A のことです。で重要なのが決算書っていうのは BS と PL、 先週ちょっとね説明しましたけど、 BS の右下のピンクの部分ですね、純資産のところを見ます。計算上は営業権っていうのも必要な重要になってくるんですけども、営業権っていうのは何かっていうと無形の会社の価値ですね。で将来どんな収益を出すかっていうことで、簿記でいうとのれん的なことなんですけど、その会社が持ってる認可とか技術、従業員の質、あとクライアントの数とかその付加価値のことを言ってます。ただ今回は金額を出すということなので、純粋に営業利益足す減価償却費で計算してみようかなと。さっきのハガキの内容からいくと減価償却なしってあったんで、一応200万で設定しましょう。で年数に関してなんですけど、その業種の安定具合によって1から5年に設定されるんですって。でさっきは宝石販売業って言ってましたよね。はい。宝石そんなにすぐ需要がなくなるとは思えないですよね。欲しいですよね、宝石ね。リナ欲しいでしょ。欲しい。欲しい。なんで一応今回は3年で設定しました。概算ですけどね、例えば、この金額で例えば4000万プラス200万かける3年で4600万っていうことを掲示したいと思うんですけど、どう思います？でも、3人ですよね。オーナー社長と従業員が2人、その3人でこの、売却費を分けすると、だいたい1人1500万円くらい、それを退職金として放出するってなると、売却した側としては妥当な金額が得られるのかなと思いますよね。他には、インカムアプローチっていう評価手法もあります。代表的なのは DCF、ディスカウントキャッシュフローという方法もあります。これは将来的に入ってくると予測されるキャッシュですね。それを資本のコストで割り引いて計算するという方法になります。あとはその一部上場企業で M&A をする際に、よく使われている手法としては、マーケットアプローチというのがあって、評価対象企業の、類似会社にあたるその上場企業の、市場株価と、利益や EBITDA といった、財務指標から算出された、倍率というものを評価対象会社に適用するということで、企業価値を、算出する手法なんですけれども、 EBITDA、この EBITDA というのが営業利益と減価償却費を足したものなんですね。で、評価対象が非上場会社である場合、市場株価というのが存在しないので、市場株価法に代替する手法として、利用されるということが多いんですね。カールンは会社売却とか考えたことないのかな？今のところは、今すごい社員に顔見られてるんでそれが今のところは考えてないですよね。ちょっとでも後継者は、考えていかなきゃいけないなって。そんで100歳まで生きれないかもしれないので、生きるかもしれないけどこの間ね、日本金融公庫のホームページを見てたんですよ。で今出てますけど、こんな感じでずらーって売りに出してるんですよね。駅地下1分の焼き鳥屋が250万で売ってますからね。カオルン買ってほしい。いやだってマギルに3回通えるよ本当にでも日本は全体的にも高齢者が進んでいるので、高齢化もあって事業を継承したいっていうパターンも、基本的には多くなってますよね。例えばさ、立ち上げるってリナしょっちゅう言ってるけど、買ってしまうって言っても、そうですよね。M&A でちょっと私が買うっていうのも近い将来あるかもしれないです。心がない棒読みでした
でもね、新規で自分でチャンネルを開拓して顧客を開拓することを考えたら、こういったところを買うっていうのもありますよね。カオルンの身近に M&A で会社を買収したっていう方いらっしゃるんですか？買収した人はわからないんだけど、売りました、イグジットしましたっていうそれすごいですね。その方3億円ぐらい、何億円かわからないけど、お金すごいが大きい案件ですね。でその後やっぱり海外にレストラン出したり、ずっとハワイにずっと行ってたり、あとその谷町やったりとか、ちょっとあまり詳しく言ったり分けちゃうけど、すごくなんかいい感じで、お金余ってるんだよ、なんかやりたいんだよってすごい言ってました。やっぱり事業売却した後エンジェルになる人も多いですよね。次回もチアーズの個性的な持論が飛び出すので、ぜひお楽しみに。そして現在クラウドファンディングに挑戦中です。皆さん支援してくださいね。Thank you very much。バイバイ。ねえねえ、見てくださいよこれ。うちの学校じゃん。しかも須田先生乗ってるじゃん。おしゃれ。おしゃれ。素敵ね。入試説明会ありますよ。本当年明けに開催されるみたいですね。1月8日だって。間に合うじゃん。間に合いますね。間に合う。MBA 取るなら絶対行った方がいいですよね。そうだね。